皆さんこんにちは。こちらは電音 SC777SA です。発売は2000年。当時の定価は7万円でした。弦楽器をイメージさせる美しいデザインのスピーカーです。ウーファーは2個のドライバーをプッシュプル動作させる構成です。この仕組みにどんなメリットがあるのでしょう。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。ウーファーは 16.5 センチのドライバーを2個使ったシリアルプッシュプルの構成です。リーフ型のスーパーツイーターを搭載していて、広域が 200kHz まで伸びています。肝心のクロスオーバー周波数が不明です。これは測定で明らかにしていきます。これと類似のモデルに次があります。T 付きのモデルはトールボーイです。こちらはお互いのエッジを逆向きにしたパラレルプッシュプルの構成です。今回紹介するのはシリアルプッシュプルの 777SA です。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。エッジはゴムでできています。20年過ぎていますが弾性があります。ツイーターはソフトドームです。リーフツイーターの振動板は耐熱性の高いポリイミドです。前面バッフルは積層構造で板厚が 45mm あります。スピーカーターミナルはバイワイヤリングに対応しています。バスレフポートの口径は5センチです。劣化の状態を見るためにインピダンス特性を確認します。バスレフの共鳴は 65Hz ですが、左右の山に偏りがあります。チューニングがやや高すぎるようです。インピダンスが極端に低いところがあります。ここは 0.7 オームしかありません。これはアンプにとってかなり厳しい値です。中身を見ていきます。奥にもう一つのウーファーが見えます。このウーファーの振動板の動きはフロントのウーファーと同層です。この場合、振動板の面積を変えずに駆動力が2倍になります。ここは小さな空間になっていて、側面に鉄板の補強板が固定されています。マグネットの裏側にブチルゴムとテフロンシートが貼ってあります。ボイスコイルはロングストロークに対応しないごく普通の構造です。コーンの素材はケブラー繊維をエポキシで固めたものです。フレームは樹脂でできています。ガスケットにテフロンシートが重ねてあります。こちらはウーファー単体のインピダンス特性です。F0 は 43Hz で Q はかなり低めです。Q が低いのは磁気回路が強力である証拠です。ツイーターのマグネットはネオジウムです。ブチルとテフロンシートが貼り付けてあります。
リーフツイーターにはマッチングトランスがありません。抵抗の大きい電線を使って直接駆動する設計のようです。重ねてある四角いものは漏れ磁石をキャンセルするためのキャンセリングマグネットです。裏側を見ていきます。裏側の空間は比較的広くてバスレフポートにつながっています。スピーカー端子の裏にブチルとテフロンシートが貼り付けてあります。バスレフポートもブチルとテフロン巻きです。ネットワークは空中配線です。ほとんどのパーツにブチルが貼ってあります。抵抗にはテフロンが巻いてあります。ブチルやテフロンは音に関係しませんが、これも設計者のこだわりなのでしょう。ネットワークを測定してインピダンスが極端に低い原因を調べます。こちらはツイーター側のインピダンス特性です。ツイーター単体は問題ありません。ネットワークに問題があるようです。こちらは回路の展開図です。計算するとツイーターのクロスオーバーは 1.3kHz、リーフツイーターは 15kHz から上を担当するようです。問題はコイルとコンデンサの組み合わせです。この値はどちらも共振します。これがインピダンスが極端に低い原因のようです。リーフツイーターから音が出ないので原因を調べます。抵抗値が出ません。2つとも壊れています。おそらくネットワークの共振で電流が流れすぎて断線したのでしょう。リーフツイーターから出る音は 15kHz 以上なので、壊れてもほとんどの人が気づかないと思います。次回はこのスピーカーを測定してシリアルプッシュプルの性能を明らかにします。